皆さんこんにちは、こんばんは。先生と申します。今回は新機動戦機ガンダムウィングより RG ウィングガンダムを全塗装していきたいと思います。こちらはテレビ版のウィングガンダムになります。エンドレスワルツ版はすでに出ていますが、テレビ版は初なんですね。意外です。RG を作るのはジオング以来、そしてガンダムタイプの RG を作るのは初めてです。RG ならではの可動ギミックが満載ということでとても楽しみです。そんなこいつをかっこよく仕上げていきたいと思います。それでは気合い入れていきましょう。本編に入る前に、このチャンネルはできるだけ最新のプラモデルやガンプラを組み立ててレビューしたり全塗装に挑戦しています。映画先行のハサウェイで登場するクシーガンダムなど塗装動画もアップしているので、ご興味ある方は他の動画もご覧ください。そして右下の登録ボタンからチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは動画をご覧ください。それでは早速箱を開けていきます。箱はそこまで大きくはないですね。袋の数は1、2、3、4、5、6、7袋ですね。そして説明書。ランナーを並べるとこんな感じ。白のパーツはホワイトとライトグレーで色分けされています。そしてグレーのパーツはこんなにあります。内部フレームが優秀ですからね、RG は。そしてアドバンスと MS ジョイント、羽の部分ですね。ビームサーベルのエフェクトパーツ、リアルスティックデカールが付属しています。説明書は冊子状ですね。それでは早速作っていきましょうか。ランナーからパーツを切り出していきます。続いてパーツを2度切りします。使うのはオーロックスさんの片刃ニッパーです。これが全て胸部パーツです。めちゃくちゃ細かい。さすが RG。組み立てるとこんな感じ。一気にギュッと密度感が増してますね。可動域もこんなに小さいのにかなり動くところがあります。いや、素晴らしいですね。エンドレスワルツ版のデザインよりもこっちの方が好みだったりします。パチ組みが完成しました。色分けは完璧。合わせ目ももちろんありません。バンダイさんの技術力には毎回脱帽ですね。可動域に関しても足は180度近く曲がりますし、アンクルガードやつま先、かかともかなり自由に動きます。スカートも独立していて自由に一枚一枚動きます。腰の可動域も良好で、首のパーツはポリキャップではなくしっかりパーツ分けされているので、顎を引いてかっこいい S 字立ちもしやすくなってます。顔ももちろんイケメンです。ウィングバインダーの接続部分にはアドバンスド MS ジョイントが採用されており、ストレスなく羽を展開させることが可能です。そしてさらにこの羽はもう一段階開くことができます。こんな感じ。すべて展開すると計6枚の羽になって本物の鳥の翼のようになります。かっこいいんですが、塗装する際は結構気が使いそうな部分ですね。パーツが擦れちゃったりしますよね、ここは。武器はおなじみバスターライフル。この相談通り3発しか撃てないんだとか。シールドも色分けや裏打ちパーツも完璧です。そしてビームサーベルの塚がここに収納されています。とてもかっこいいギミックです。もちろん RG ですのでバード形態への変更が可能です。腰を180度回転させて頭も回転させます。肩のパーツを下に下げて手の鍵爪みたいなのを出してきます。足のこの部分を開いて
こんな感じで前に曲げます。こんな感じですね。最後にバックパックにシールドを取り付けて、バスターライフルを先につければバードモードの完成ですね。割とストレスなく変形できるイメージです。ポロリもあまり気になりません。全体を見るとこんな感じ。さすが RG です。細かいディティールが施されているので、このままでも十分なクオリティです。墨入れをしてトップコートを拭くだけでも楽しめるキットかなと思います。早速このイケメンキットをかっこよく作り上げていきたいと思います。それでは行きましょう。いつもならバラしてヤスリがけ表面処理を行うと思うんですが、今回はその工程をすっ飛ばしたいと思います。そしてこれら水性ホビーカラーや下出るカラーなどの水性塗料を使って全塗装していきたいと思います。さらに秘密兵器下出るのドライを使ってドライブラシ全塗装していきます。そもそもドライブラシ自体が初めてなのに大丈夫かと思いますが、ものは試しやってみることが大事。早速サーフェイサーのブラックを吹いてやっていきたいと思います。これはラッカー塗料なんですけどね。ちなみにこれは鳥のような形態のウィングガンダムです。何形態って言うんでしょう。謎ですが、一気にガンダム感がなくなりましたね。まあこれだけ RG 稼働するってことですかね。賛否両論あるかと思いますが、細かいことは気にしない。この精巧なディティールを活かしていきましょう。早速スプレーの黒柵を吹いていきます。しっかり振りましょう。塗装しやすいようにある程度バラしたパーツに吹いていきます。スプレーはあんまり使ったことないんですが、20センチぐらい離してやるといいみたいですね。あとは1回で塗料をのせようとはしないで、ゆっくり何回も重ねていくことが大事ですね。はい、こんな感じで真っ黒になりました。エアブラシ使うよりもやっぱり楽ですね、スプレー缶は。羽も開いた状態のまま塗ってしまいます。こちらが全部黒柵を吹いたウィングガンダム。これはこれでかっこいい気がしますね。そしてサーフェイサーを吹くとディティールがすごく目立ちますよね。かなり RG はディティールが細かいってことがわかります。素晴らしいですね。ディティールアップはほぼ必要なさそうです。それではドライブラシで全塗装していきます。まずは内部フレームからやっていきます。内部フレームの色はこれらの水性カラーの金属色たちですね。いろいろ使っていきましょう。水性ホビーカラーもメタリック色とは言ってもいろいろバリエーションありそうですね。そしてブラシはこちらミスターウェザリングブラシセットのソフトとハードになります。必要に応じてゴッドハンドさんの紙筆、ドライ筆を使っていきます。さらにこちらドライブラシクリーナーというものを買ってみました。使えるかどうかわかりませんが、硬いスポンジにこすりつけて塗料を取るみたいですね。こちらホビー用ではなくて化粧用です。ちょっと試しに使ってみましょうか。最初に使うブラシはハードタイプのブラシを使っていきます。こちら豚さんの毛らしくてめちゃくちゃ硬いです。ちゃんと塗れるんでしょうか。まずは下出るベースリードベルチャーを塗っていきます。しっかり振ってあげてください。塗料が下に沈降しています。毛先にちょっとつけてキッチンペーパーで塗料を落としていきます。キッチンペーパーに塗料が移らなくなってきたらいい頃合いみたいです。そんなに落として大丈夫なのかっていうくらい落とします。塗料がべちゃっとついて失敗するよりはマシなのでしっかり取ってあげましょう。こんな感じで OK だと思います。早速分かりやすいふくらはぎの部分に塗っていきます。筆の先でちょんちょんちょんと弾くように塗っていきます。1回でつけるのではなくてちょっとずつ塗り足していくって感じですかね。だんだん色が変わってきたのがわかるでしょうか。メカメカしさが上がったと思います。比べてみましょう。この段階でこんな感じです。全然違いますよね。とても感動しています。いや、初めてにしてはうまくいったんではないでしょうか。最終的にはこんな感じになりました。素晴らしい技法ですね、ドライブラシ。パーツの凸の部分だけに塗料が乗っていい感じでディティールが浮かび上がってきてます。バーニアの部分とかもしっかりついてかっこいいですね。
武器はこの赤鉄色で塗っていきます。はい、こんな感じになりました。先ほどの色よりも暗めになってケージで塗料が剥げて地金が見えてるって感じですかね。今後この技法が武器類には使える気がしています。内部フレームの塗装が終わりました。筆塗りだけでこんないい感じになるんですね。そしてさらにこのシルバーを使うことでハイライトを付け足していきたいと思います。エッジの部分を中心に明るさを足していきます。あまりやりすぎるとさっきの工程が意味がなくなっちゃうので慎重にやっていきます。と言っても楽しすぎてついつい塗料をつけてしまうのがドライブラシの欠点ですかね。はい、こんな感じで下半身が縫い終わりました。どうでしょう。さっきとはまるで違いますね。ターミネーターみたいじゃないですか。はい、内部フレームが完成しました。これで内部フレームは見納めです。見てくれと言わんばかりのポージング。いや、かなりすごいですね。黒の上にちょっとエッジの部分に塗料をのせただけでこの情報量。とてもいい手段ですね。内部フレームはこれからこの技法を使っていくのがいいんじゃないでしょうか。作成の幅が広がった気がしますね。早速外装のパーツに入ります。まずは赤のパーツ、これらの塗料を使います。まずは下出るベースメフィストンレッド。黒の下地に赤の塗料なんか乗るかと思うんですが、見てください。今の段階でだんだん赤くなっていくのがわかります。ドライブラシは毛が抜けて大変です。はい、こんな感じです。全然違いますよね。赤がしっかり乗ってる感じがします。さすが下出るカラーのベースカラー。隠蔽力が段違いです。続いて下出るレイヤー、トロールスレイヤーオレンジ。すごい名前ですね。こちらをエッジにつけてハイライトを足していきます。はい、下が塗装後になります。エッジの部分にハイライトを入れることで輪郭がしっかりしてきますね。そして丸みを帯びたトップのところにも多めに塗ってあげることでかなり立体感が出ると思います。はい、こちらが羽のパーツ。隙間には塗料が入らないので墨入れしたかのようなディティールが浮かび上がってきます。いや、とてもかっこいいですね。黄色のパーツはこの2つの塗料を使います。右がクリームイエローのみの塗装、左がどちらも塗った時の塗装でハイライトがしっかり出てかっこよくなってると思います。そして青のパーツはこのコバルトブルーを塗ろうとしたんですが、見てください。下地が黒だと全然発色しない色になってますね。色によっては不向きの塗料があるみたいですね。これは残念。なので今回の秘密兵器、下出るドライスキンクブルーを使っていきたいと思います。こちらの塗料は開けるとこんな感じです。流動性がない塗料になってますね。いや、びっくりするわ。触ってみるとムース状になってます。こんな感じでブヨブヨしてますね。先っちょに塗料をつけて同じように塗料を落としていきます。早速塗っていきます。水色が発色するんでしょうか。見てください。かなりエッジに乗ってしっかり発色してますね。さすが下出るからドライブラシ専用の塗料ですね。いや、塗っててすごく楽しいです。それも色もすごく綺麗ですよね。ちなみにスキンクは尻尾が青いトカゲみたいです。名前が独特ですよね。はい、こんな感じでめちゃくちゃ発色が良くて色も綺麗ですよね。
最後に白のパーツを塗っていきます。先ほどと同じくシタデルのドライを使っていきます。まずはドーンストーン、こんな感じになります。ちょっとエッジがグレーがかっただけですかね。でもさすがドライカラー、発色はすごくいいです。続いてこのプラゼティホワイトを塗っていきます。余ったランナーのタグの部分に塗って発色を試したいと思います。みるみる文字が浮かび上がってきます。はい、こんな感じです。この白色も申し分ない発色力ですね。先ほどグレーに塗ったリアスカートの部分に塗っていきます。今までと同じようにエッジの部分や光が多めに当たってそうなところを重点的に塗っていきます。ピントが合ってなくてすいません。はい、こんな感じ。左が塗装後になります。ただ白の塗料をドライブラシで塗っただけなのにこの情報量。足のパーツはこんな感じになりました。さらに光が当たってそうなところを重点的に塗料を足していきます。ついつい楽しくていっぱい塗っちゃうところなんですが、そこは気持ちを抑えて塗っていきます。もし失敗しても黒色の塗料で修復可能です。細かいところも紙筆のドライ筆で塗っていきます。たびたびピントが合ってなくてすいません。最後に艶消しのトップコートを拭いて完成です。こちらラッカー系塗料になりますが、水性でも OK です。はい、ということで完成しました。今回デカールは貼ってないですが、貼らなくても十分な情報量だと思います。墨入れなどもしなくていいので、かなり時短になったと思います。それでは組み立てていきましょう。まずは足のパーツから。足が完成です。一見ドライブラシで塗料が乗ってないように思えますが、エッジを中心に塗料が乗っているのでかなり立体感が増してますね。そして RG の精巧なディティールのおかげで情報量も申し分ないです。足だけでも見とれてしまう美しさ。続いて上半身。こちらが上半身。上半身は塗る面積が小さいので難易度が少し高かったですが、しっかりドライブラシの良さが出ていると思います。早速上半身と下半身をくっつけて、頭部を取り付けて完成です。はい、こんな感じです。真ん中のグリーンのクリアパーツは艶消しを吹いたので、周りとある程度一緒の色合いになってるかなと思います。青色のパーツも少し薄いかなと思ったんですが、スキンクブルー恐るべし、かなり綺麗に仕上がっています。ウィングバインダーをつけるとこんな感じです。ウィングバインダーはバラさずに塗装したんですが、ドライブラシ修正もしやすいので塗り分けには苦労しませんでした。手のパーツはこんな感じです。手の開いたパーツなんかすごく深みがあるように思います。武器類もエアブラシだと一色単になりやすいですが、ドライブラシの手法を使うとこの情報量です。とてもかっこいいですね。一番のお気に入りはこのシールドです。めちゃくちゃ使い古された感がありますよね。幾度も戦ってきたシールド。裏打ちパーツもかっこよくなってます。今回は初のドライブラシ、それにしてはうまくいったんではないでしょうか。それではターンテーブルで見ていきましょう。RG ウィングガンダムドライブラシ全塗装。
はい、今回は RG ウィングガンダムをヤスリがけ、表面処理なしの時短、なおかつドライブラシのみの全塗装してみました。いかがだったでしょうか。思ったよりもうまくいって個人的には大満足です。RG だったからかもしれませんが、辛い前処理がいらないのでとてもいい手法かなと思います。梅雨時のドライブラシ、この季節に合った手法かもしれません。すぐ身に飽きた方、エアブラシ全塗装の呪縛に取りつかれた方、たまには息抜きにこんなものはどうでしょう。私は新たなプラモデルの楽しみ方に目覚めて感動しております。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。またアドバイスやコメントもお待ちしております。ではまた次回お楽しみに。バイバイ。